この野郎またボコジャカ星5評価つけやがって、俺が悪いんじゃない、ボコジャカ名作が出てくるのが悪いんだよ。そんなわけで。やー、イヤホン買ってるかい？今回も、中国からやってきた、イヤホンの話をしていこう。最近未明にレビュー書いてるので、情緒不安定なレビューが多い。さて、今回紹介するのは、惜しまれながらもそう長くない生産計画を完了した、名作、DRI i3 の後継機、DRI i3 Pro だ。今回発売した i3 Pro の前に、前作、i3 の話を軽くしようか。DRI は、1万円くらいからの、比較的高価ながら、価格対効果の高い、一つ上の価格帯と殴り合えるイヤホンを多く作るブランドだ。最近の有名女だと、2バランスドアーマチュア1ダイナミックドライバに、非常に美しいシェル、高中音域の美しい、DRI スターゼアや、最初に投入された、1バランスドアーマチュア1ダイナミックドライバのオーソドックスな構成と、とても装着しやすい形状、そして、非常にニュートラルな音色で、クラシックな楽曲から最近の生演奏まで美しく鳴らす、DRI i4 なんかが記憶に残っている。今回登場した DRI i3 Pro の先代にあたる DRI i3 は、他のラインナップがどれも長寿な中、なぜか後発なのに DRI の中で最初に生産が完了してしまったモデル。売上ではなく、ドライバの調達的な話かなと思っていたんだが、まさかプロが出てくるとは。今回紹介する DRI i3 Pro は i3 と共通のドライバ構成を持っているので、先に i3 の話をした方がわかりやすいと思う。i3 は、2万円クラスが最安となる、平面磁気駆動ドライバに、低音を補完するダイナミックドライバ、高音を補完するバランスドアーマチュアを組み合わせたモデル。価格的にも初心者よりも、ある程度分かってきた人につかまれるクラスのイヤホンだ。製造コスト的に考えると、コストパフォーマンスに優れるので、実質低価格イヤホンとなる。ちょっと何言ってるかわかんないと思うが、この音色を鳴らせるイヤホンとしては、最安クラス、と思っていい。i3 の音色は、ダークな部分が多く、明るくキラキラのシャリッシャリな音色を持つ、中華ハイブリッドよりも感情のこもった音色が得意。それでいて、ダークさとは裏腹に見通しの良い音色と、平面磁気駆動イヤホンでしか聞けない、不思議なくらいの中音域の明瞭さ。平面磁気駆動機は、コーティングされたダイナミックドライバや、バランスドアーマチュアとは、明らかに体感で異なるクリアさがあるので、ぜひとも一度体験してみてほしい。ただ、単発のモデルだと、中音域が前面に出るバランス、マニアはこれをかまぼこ傾向と言うんだが、中音域、ボーカル帯域が美しい反面、高音域のきらめきや低音域の量は比較的少なくなる傾向がある。マネーパワーで大口径化しちまえばそんなことはさじではあるが、我々の財布の中身は有限だ。i3 は、そんな中音域の美味しいところを取りながら、他のドライバにそれぞれ得意なところを分担してもらう、トライブリッド、という種類のイヤホンだな。美麗な中高音域はもちろん平面磁気にぶん投げて、高音域はさらにバランスドアーマチュアの力でキラキラに、加えて、低音域の一歩下がるところはダイナミックドライバでパワフルに仕上げた。ちなみに、この3種の力をすべて高音域にぶち込んだ、ナイス HCKF3 ってイヤホンもあった。が、i3 はトライブリッドとして、美味しいところを引き出した、名作と言っていい一台だ。重量のある金属ハウジングは高音のきらめきを適度に抑え、暗く、暖かく、それでいて明瞭という、この価格帯では似たような音のない、素晴らしい一台。一方で、弱点もあった。重いんだ、初代の i3。それもトップクラスに、ついでにでかい。装着感から感じる圧迫感と、とにかく重いハウジング。そのため、人によっては長時間の装着はためらわれた。そこに登場したのが、今回リニューアルした i3 Pro、というわけ。材質、ドライバに関してはほぼほぼ変化なし。ただし、ケーブルはより太いものに変わっていて、最初から十分なものがついてくる。イヤーピースも種類が増えて、i3 のものより装着も容易になった。金属製のシェルはメッキ加工が施されていて、鏡のように反射が綺麗。一方で、アクティブに使うなよ、落ち着いて使え、というメーカーの意思が聞こえてくるようだな。遮音性は i3 より若干落ちるも、平均より高い感じ。ここは単純に素材の重量差じゃないかな。形状も明らかにシェイプアップ。耳から飛び出る部分が大きく減って、内側もシェイプしてる。なので、一般的なイヤホンの装着感になった。装着周りは i3 唯一の弱点だったので、ここに気にしないで使えるようになったのは、本当に大きな要素だと思う。ただ、大きくシェルが変わったということは、たとえ中に入ってるドライバが変わらないと言っても、音に影響は出てくる。高級感は変わらないけどな。というわけで、プロと無印、どんな風に音色は変わったんだろうか。
愛さんの音色は、独特な暗さの中に、きらめく高音域が同居した独特なものだった。愛さんプロはその独自性は少し減ったな。高音域のバランス度はアマチュアは割とやりたい放題やるようになっていて、このおかげでより明るい機種になった。ただ、中音域の平面軸駆動ドライバーらしい明瞭さは健在だ。全体的に愛さんより明るい音色になっていて、元気で明るい曲も得意になった印象だぞ。ここはハウジングが小型化したことがダイレクトに影響してると思う。一方で、想像していたより低音に変化はなかった。相変わらずたっぷりと、サブベースまで表現力のある音色だ。愛さんプロ単体として音色を見ると、本気は独特な明瞭さのある中高音域、派手な高音域、そしてしっかりと重みのある低音域の組み合わせ。無印愛さんとは少し雰囲気が変わったところについては、こりゃ完全に好みだな。ボーカルなどに秀でている愛さんの傾向はそのままなんだが、ボーカルよりも高い音域にフォーカスがより当たるようになったのが、愛さんプロだと思う。ボーカルをより聞き込みたいという人には、愛さんの方が向いているし、トライブリッド化の目的である、全音域をしっかり鳴らす、という意味では、愛さんプロの方がより良いとも思う。どちらも満点の中で戦ってる、という点は覚えといてな。ただ、愛さんプロの方が音源に厳しい印象はある。ハス音なんかが目立つこともあるな。環境によっては全く気にならない程度だが、ボーカルよりも楽器演奏に、少し得意分野が移った感じがする。現代的な音源に向いているのが、愛さんプロ、レトロから編集のないボーカルに向いてるのが愛さんという印象。その代わり、愛さんには愛さんプロにない、大きな振りがある。やっぱでかいんだよ。KZ 系列で言うと、ZS10 と ZS10 プロくらい装着感が違う。明治アーモンドチョコレートと森永大人のチョコボールピーナッツくらい、触ってて感覚が違う。長時間使ってても、愛さんも痛くならないように設計されてるけど、それでも常に重量感が残るんだよな。ノズル周りもより簡単に装着できるし、この装着感のアドバンテージは本当に大きい。一方、共通でボーカル周りの粒立ちは相変わらず。個人的に、愛さんは自分にしかできない強みを伸ばしきった音。愛さんプロはあえて、他社の元気系ハイブリッドと同じ土俵に立ちながら、構成の底力を感じさせる音だ。装着感が一緒なら、完全に好みの差なんだが、とにかく装着感に圧迫感がなくなったのがすごく大きい。いかにお気に入りでも、やっぱり装着感が悪いと徐々に離れちゃうからな。というわけで、愛さんからの音変化に躊躇せずに、ハウジングを小型軽量化した結果、より明るく、派手な音になったのが、愛さんプロだ。低音量はどちらも十分なので、高音の質を鑑みて、購入するかどうか判断するのがいいと思う。ただ、愛さん特有の、暗いのにきらめく、という不思議な独特の魅力は薄れる。なんせ普通に明るくきらびやかな高音だからな。これはエイジング時間の差もあるかも。長く使っていく中で、愛さんのように落ち着くだろうが、あそこまでダークな音色にはならなさそう。装着感では圧勝なので、装着感の改善、あるいはより明るい愛さんを求める人は、既存ユーザーでも乗り換えの価値はある。一方で、愛さんのバランスを一歩も崩したくないなら、そのまま留まるのもいいかも。新規に検討している人の場合は、キラキラどんどんの派手な音色のハイブリッドが好きで、それでいてなおかつさらにボーカル周辺の表現が、もう一歩進化したものが欲しい場合に検討してみてほしい。安い買い物ではないが、間違いなく正解だろうから。本気には、本当にライバルが少ない。現行で同価格帯で購入できるものというと、センフェアの新型、MT500 があるが、あちらはまだ未知数だしな。名作、愛さんの遺伝子を継ぎながら、明らかに違う明るい一台、愛さんプロ、この価格を出すにふさわしい体験ができると思うぞ。おすすめだ。音色を分解してみようか。高音域。結構派手な位置バランス度はアマチュアの音色。金属音は気持ちよく粒立つし、他音域にも負けてない。先に書いた破殺音も、おそらくそこが目立つように、聞き取りやすく編集されたニュース音源を聞いた時だったので、真っ当な音楽音源ならばまず気にならないだろう。ギターの高音もすごくよく響く。ここは愛さんより好きだな。ボーカル。反響や過剰な粒立ちがないが、これがまた不思議に綺麗で歪みがない。ここが平面軸駆動の魅力だと思う。愛さんより若干高音域に押されてしまうが、それでもしっかり聞き取れる。スタジオ録音かつ、しっかりミックスされた音源では、愛さんより見通しが良くなる時もあるな。普通にお店とかで録音されたジャズの名盤なんかは、愛さんの方がより感情を揺さぶるような音が出るかも。そして低音域、ここはサブベースもしっかり出ていて、それより上のベースもたっぷりと出してくれる。ドンシャリにも感じるようなバランスだが、ボーカル音域の明瞭さもちゃんとあるんだよな。空間表現はやや小さく感じる。
お知り合いが、平面駆動は明瞭で、平面時期はがっちりとピントの合ったミニチュアのような音、なんて言ったことがあるんだが、その通りに感じる音だな。完璧なディティールと、イヤホンでしか感じられない世界観なので、個人的にはとても好きな空間表現だ。そこに、低音が加わることで小さすぎる聞こえ方にまとまってないのが、i3 シリーズのすごくいいところでもある。というわけで、i3 と、ちょっと違うが、おすすめには変わりない。今回は装着感を理由に逃げられないぞ。と、こんなところだな。約束された後継機、やっぱり一筋縄ではいかなかった。この価格を出すにふさわしい一台だと思うので、このレビューの傾向を聞いて気になる人はぜひ何かの機会で聞いてみてほしいな。i3 みたいに気づいたら生産終わるかもしんないし。といったところで今回はここまで。間違ってボディーソープで頭を洗ってから頭がかゆい、